今 SNS であなたにコンタクトを取ってきたその人は本当に大丈夫な相手ですか？遡ることおよそ6年前の2017年、舞台はイギリス。その日、15歳の少女エイミーは授業終わりに届いたスマホの通知に頬を緩めました。またリズからだ。そう言うと嬉しそうにメールボックスを開いたエイミー。実は彼女はこの数日、ネットを介して知り合ったリズという女性アーティストとメールでやり取りを交わしていたんです。リズの絵のモデルになるという約束でエイミーが写真を送ったことから始まった2人の関係。エイミーはリズと何度もやり取りを交わすうち、最初こそ仕事だけの間柄だった彼女に親近感を抱くようになっていました。リズはうつ病を患い、絵を描くことだけが生きがいのアーティスト。エイミーはそんなリズへの同情心から彼女のことを常に気にかけていたんです。しかし、その日届いたリズからのメールにエイミーは思わず目を疑います。俺は男だ。個人情報をペラペラ喋ってくれてありがとな。家族にバラされたくなかったら、この間みたいに裸の写真を送ってくれよ。女性アーティストの仮面をかぶり少女を脅迫する卑劣な男。世界の捜査機関が動いたその男の全貌とは。天才と呼ばれた男の犯行は誰よりも卑劣で狡猾だったんです。おそす、ケンちゃんです。ヤミコです。催眠かけてんの？よくわかったじゃん。我々ユンゲラー世代がそれわかんないとでも思うの？俺ユンゲラ世代じゃないから。違う。ユリゲラー世代？ユリゲラ世代だね。ユリゲラー世代でもないわよ。今ね、皆さんにかけたね、催眠術。我々がユリゲラー世代かユンゲラー世代かを議論したかに聞こえる催眠術かけたんですよ。恐ろしいでしょ。自覚ありますか？自覚。というわけでね、本日はそんなお話なんですよ。本当に？実は。ネット上でね、人を操る天才について話します。まあ、催眠術ではないんですけどね。本当だった。はい。今回ご紹介するのは、イギリス史上最悪のね、犯罪者と呼ばれた一人の男について。この事件ですね、そのね、規模だったりね、犯行の手口から、以前ね、紹介したね、韓国の N バンベア事件ってあると思うんですけど、それのイギリス版だよって言われているような事件なんですよ。何？ N バンベア事件って言うと結局ネットを介してなんか操ってたみたいな感じの事件だったわけよね。この男がどれだけやばいかっていうと、世界のね、犯罪捜査機関をね、たった一人の手で動かすぐらいの大規模なひどい犯行をね、たった一人だったんですよ。ある意味頭脳は天才なんですよ。これを悪い方向に使ってしまった、そんな事件なんです。暗躍する男。遡ることおよそ6年前の2017年、イギリスウェストミッドランズ州バーミンガム。電車内で窓際の席に座りノートパソコンを開いている一人の男がいました。ウェーブのかかった金髪にメガネをかけた知的な雰囲気のその男。一見して男に変わったところは見られませんが、同じ車両にはその男を遠巻きにじっと睨む男性の姿が。絶対に尻尾を掴んでやるぞ。その男性の正体はイギリス国家犯罪対策庁、通称 NCA の私服捜査官。捜査員の視線の先の男はある重大な犯罪への関与を疑われ、2017年3月からの3ヶ月間NCA にマークされていたんです。 NCA っても初めて聞いたわ。警察とは違うの？警察組織の一つでもあるんですけど、このイギリスでこの NCA が関わってくるってことは相当危険度が高い事件です。というわけで本日のメトラキーワード NCA について。NCA とは2013年にイギリス政府によって設置された犯罪捜査機関。正式名称を国家犯罪対策庁と言います。NCA はアメリカで言えば FBI のような存在。約4500人の職員を有し、各地域の警察で対応しきれない組織犯罪、国境警備、サイバー犯罪などを取り締まっています。90年代以前のイギリスには政府直轄の捜査機関が存在せず、各地域で重大犯罪が起きた際にはロンドン警視庁に応援を求める形が取られていきました。しかしこれでは国全体の犯罪をカバーすることや迅速な対応が不可能とみなされ、政府直轄の組織が設置されることに。そしてその後何度も組織の改変が行われた集大成が NCA なんです。男が犯した犯罪の捜査には NCA のほかユーロポール、米国国土安全保障省、オーストラリア連邦警察など世界中の捜査機関が協力していました。そう、男はイギリスだけではなく世界各地に被害者を生み出した凶悪犯罪者だったんです。男の犯行はネットで知り合った被害者を対象にした犯罪。犯行は2009年から8年間行われ、その間の被害件数はなんと188件にも上るんです。50人以上の若者がネットを介して
被害に遭い心身を傷つけられた結果、自ら命を絶とうとする人が続出する騒ぎとなっていたんです。こうして迎えた2017年6月21日、入念な捜査の末、男とこの凶悪犯罪を結びつけるのに十分な証拠を掴んだ NCA は男の逮捕に踏み切ります。その日、捜査員が踏み込んだその場所は約200年の歴史を誇る由緒ある大学、バーミンガム大学。そして大学構内で手錠をかけられたその男は至って冷静な様子でこう言いました。それで私が一体何をやったのか証拠でもあるっていうんですか。まるで自身の犯行を暴けるはずがないとでも言うかのようなこの男は一体何者なのでしょうか。2016年、バーミンガム大学へ一人の男が訪れました。君が優秀だという話は以前から聞いている。よろしく頼むよ。大学の教授からそうやって肩を叩かれたその男の名はマシュー・ファルダー。彼は国内随一の名門、ケンブリッジ大学で地震海洋学の修士号、博士号を取得し、この年からバーミンガム大学の新任講師として働くことになったんです。よろしくお願いします、教授。引き締まった表情でそう答えたマシュー。以降彼は日々の講義を真面目にこなし、教授たちの間でも順調に評価されるようになっていきます。さらにマシューはただの学業の面で優秀なだけではないんです。昨日はホームベーカリーでパンを焼いたんだけど、これがなかなかうまくできてさ、今度お前にも振る舞ってやるよ。マシューは本当に多趣味だよな。お前の話は聞いてて飽きないよ。マシューの趣味の話に感心した様子でうなずく彼の同僚。マシューは料理の他にも恐竜や卓球、3D プリンターなど様々な分野に詳しく、周囲からは話の面白い男と評判が良かったんです。しかし実はこれらは全て彼の表向きの顔でしかないんです。マシューが自宅で本当は何をやっているのか、周囲の人間で知る人は誰もいませんでした。これは匂うわね。なんか家でなんかやってるわよ。絶対何してんの？普通にパン作りしてるわけじゃないっすよね。絶対裏でなんかやってるわよ。こんなね、いろいろできる多趣味なね、男なんですけど、この男ね、ただのね、男じゃなくて、世界の捜査機関から危険されてる男なんですよ。そんな男の犯行手口、次のようなものだったんです。絵のモデル？その日イギリスで展開されているコミュニティサイトガムツリーを覗いていたのは15歳の少女エイミー。ガムツリーは個人で商品やサービスの売買が行えるサイトで、エイミーはこのサイトでベビーシッターの働き口を募集していました。そんな彼女の書き込みを見た一人の女性からメールが届いたんです。はじめまして、アーティストのリズと申します。今私の絵のモデルになってくれる被写体を探していまして、800ポンドであなたの裸の写真を送ってくれませんか？その誘い文句に一瞬ためらいの表情を浮かべたエイミー。しかし写真を送るだけで800ポンドももらえるのよね。そう、お金を欲する10代の若者にとって写真1枚で十数万円という報酬は非常に魅力的でした。さらに相手が女性ということもあって完全に油断したエイミーはつい指示通りの写真を送ってしまったんです。絶対送っちゃダメなやつじゃない。やっぱ若い子とかね、スマホというかね、こうネットを使ったばかりの子ってね、騙されちゃったりするんですよ。なんかさ、ガラケー契約した時に、100万円当選しましたみたいなさ、メール来なかったの。俺なんかさ、フッサの第2マンションのに住んでる都市に相談したの。ディテールが濃いわね。そしたら、お前さ、騙されてるよみたいな言われて。でも俺はさ、100万円当たったと思ってたから、もう周りの親とか全員巻き込んで、なんで当たったのに信じてくんないんだマジでさ、トシキは賢いわね。そう、トシキの言う通りだから、あるを返して言う、トシキありがとう。エイミーが写真を送ると、リズと名乗る女性はすぐにこんなメールを送ってきました。ありがとう。私はもう長くうつ病を患っていて、こうして絵を描いている時だけ気持ちが楽になるんです。そっか、苦労してる人なんだ。リズのメールを読み、彼女が置かれている現状に同情の気持ちを抱いたエイミー。そこから数日、2人のやりとりは続き、いつからかエイミーは完全に依頼主のリズのことを信用するようになっていました。しかし、あれ？今日もまだ振り込まれていない。自身の銀行口座残高を前に、怪げそうに顔を歪めたエイミー。そう、写真を依頼してきたリズからの報酬は期日を過ぎても一向に払われなかったんです。エイミーはそこからリズに連絡を取るんですが、ここでようやく彼女は自分の犯した間違いに気がつくんです。よう、また裸の写真を送ってくれよ。もし拒否したら、この間の写真を家族に送りつけてやるよ。エイミーは突如表変したリズのその態度にあっけに取られていました。そう、リズの正体はバーミンガム大学で講師を務める28歳の青年マシュー・ファルダー。彼は女性アーティストのふりをしてネット上で知り合った少女に裸の写真を送らせていました。そして少女とやり取りを重ねる中で個人情報を盗み、少女を脅迫してさらに過激な写真や動画を要求するんです。だからイギリスの N1 部屋事件ってさ、全く手口が一緒じゃない。いやらしい写真自分で持ってそれで脅すってさ、全く一緒よ。なんか新しいことを始めたりとかするときに、その分野の詳しそうなやつが正しく見えちゃうって心理なんでしょうね、まとめるとね。常になんか自分で批判する精神じゃないけど、そういうのがあるかないかっていうのはすごい大事だなって
思いますよね。そんな中でですね、マシューの犯行は過激になっていくんですけど、この後被害者が辿った末路とは一体どんなものがあるんでしょうか。36デビル。学校の授業終わりに憂鬱そうにスマホを眺める15歳の少女エイミー。彼女は今にも泣き出しそうな顔をしていました。そう、女性アーティストリズの正体がマシューだと分かったあの日以来、彼からは毎日とめどなくメールが送られてくるんです。もう耐えられない。でもこんなことを絶対家族や友達に知られたくない。日々マシューのメールに怯えるエイミーは、ここ最近は授業にもろくに集中できずにいました。さらにマシューに写真を送ったことを周囲に勘ぐられるのを恐れ、このところは人と会話することさえ避けるようになっていたんです。そしてその日送られてきたマシューからのメールは、完全に気がめいってしまっている彼女をさらに追い詰めるものでした。よし、今日は家に帰ったらまずトイレに向かえ、そしてトイレブラシを舐める動画を送ってこい。このようにマシューの要求は回を追うごとにみるみる過激になっていきました。彼はもはや的な目的というよりも単純に拷問を楽しんでいるかのよう。そして追い詰められた被害者エイミーは、もう耐えられない。このままあなたに写真や動画を送り続けるくらいなら死んだ方がマシ。その日の夜、被害者のエイミーは日々耐え難い要求をしてくるその男にそのメールを送った。2ヶ月間男の奴隷のような生活を送ってきた彼女は疲れ果て、その目はすでに生気を失っている。そしてエイミーの目の前には天井から吊るされたロープが。彼女のその選択は男に対し自分がやっていることがどれだけ卑劣で人を追い詰める行為かを思い知らせるためでもあった。そうやってエイミーが覚悟を固めているさなか、エイミーの最後のメールに対する男からの返信が届く。そこには確かにこう書かれていた。そうか、死ぬのか。じゃあお前の死ぬ様子をビデオ通話で見せてくれよ。マジでもう人の命なんてどうでもいいって思ってんじゃない、こいつ。被害者がね、苦しむことすらもマシューにとっては楽しみの一要素でしかね、なかったってことなんですよ。倫理観も何もあったもんじゃないわよ、こいつに。この他にも犯人のマシューは聞くに耐えない方法で被害者を追い詰めていきました。例えばある時は子持ちの男性を脅迫し、自分の娘を襲わせる動画を送らせるようなことも。知人に写真をばらまかれることを恐れ、計200枚以上も写真を送ったという女性もいます。マシューはネットを介し、英語圏のあらゆる国にこのような被害者を生み出していったんです。そして最も恐ろしいのは、マシューがこれらの犯行を行うその目的。実は彼は自分が楽しむためだけに数多くの被害者に写真や動画を送らせているわけではないんです。その目的とは、おう、今日の動画はすごいコメント数だな。また変態どもが喜んでやがる。そう言って不敵に笑うマシューが眺めているそのサイトは、ダークウェブ。一般のインターネットブラウザでは閲覧不可能な匿名性の高いポルノサイトでした。マシューはこのサイト上で36デビル、エビルマインドなど複数のアカウントを持ち、被害者の動画や写真を投稿。類を見ない凄惨な内容の投稿にコアな性癖を持つ視聴者からの称賛を集めていました。そしてその行為を通してマシューには一銭の金が入るわけでもないんです。そう、彼はなんと視聴者からの称賛を得て悦に浸るためだけに数多くの被害者を恥ずかしめていたんです。ひどい写真要求するのも、だってばらまくのも、全部娯楽でしかないのよ、マシューにとっては。なんかね、ほんとここまで来るとね、およそ人とは思えないような男なんですけど、人ならざるものよ、ここまで来ると。そんなマシューをね、警察は必死になって追い続けるんですけど、それに対するマシューのね、打ち手、非常に手の込んだものだったんです。捕まらない天才。2013年、イギリス国家犯罪対策庁、通称 NCA はアメリカ FBI からの連絡でダークウェブで暗躍するその犯人がイギリス国内に潜んでいることを知ります。しかしここからその正体がマシューだと突き止めるのは容易ではありませんでした。なぜならマシューは被害者とのやり取りにおいて秘匿性の高いロシアのサービスを利用し、厳重に暗号化されたメールアドレスを30以上も駆使、さらにダークウェブのアカウントを70以上も用意し、絶対に履歴が残らないように徹底して犯行に臨んでいたんです。そのため FBI、NCA が突き止められたのは結局イギリス在住の成人男性というところまででした。それで私が一体何をやったのか証拠でも出せるっていうんですか？警察を前にマシューが自信満々にそう言ってのけたのは FBI、NCA が視力を尽くしても突き止められないほど徹底された犯行手口があってのことだったんです。でもこの後警察はマシュー逮捕できるわけでしょ？そうなんですよ。もう本当に大掛かりなあらゆる手を駆使してやっと捕まえたんですよ。逆にマシューもなんか警察がそこまでやってくるとは思ってなかったんですよ。
そう、2009年からの8年間で188件、さらに英語圏のあらゆる国に被害者を出したマシューの犯行に各国の捜査機関が黙っているはずがありませんでした。2015年8月、NCA の働きかけにより FBI、米国国土安全保障省、オーストラリア連邦警察、ユーロポールをはじめとする各国捜査機関の臨時チームが結成されることに。ここから捜査チームは被害者の情報提供をもとに約2年をかけて犯人であるマシューの特定に成功するんです。こうして迎えた2017年6月21日、バーミンガム大学に派遣された私服警官によってマシューは逮捕されることになりました。後に押収されたマシューのパソコンからは、彼がまだケンブリッジ大学の学生だった頃から同級生の入浴シーンの盗撮を行っていたことも発覚。ネット上の犯行も合わせ、職場や学校での人当たりのいい彼のキャラクターは完全に偽物だったことが証明されたんです。2018年10月16日、マシューに下された判決は懲役25年、脅迫に恐喝、的暴行、児童への的搾取などあまりにも多くの犯罪を犯した彼の罪状は全て読み上げるのに35分を要したといいます。世界の捜査機関を動かす犯罪を犯したマシュー・ファルダー、たった一人の犯罪者のその影響力にネット上の出会いに潜む危険を改めて認識させられます。